はい、多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。えーすと、どうも、最初配信した時に設定の方をちょっと、間違っていました。皆さんからコメント等いただいていたと思うんですけども、お返しできなくて申し訳ありません。改めて、始めていきたいと思います。きつねぶどうさん、イデアさん、こんばんはです。ちょっとアクシデントが起きてしまいましたが、許してください。では、最初の、海域の方に行きたいと思います。最初は1の1ですね、いきます。で、こちらの海域に関しては、キラ付けとかでね、皆さんもよく使われているところなので、特に説明は必要ないかと思うんですけど、ただ、ルート上、固定することができないといったところがありますので、回数にしては2、3回くらいかかる可能性はありますので、そこは見ていただけるといいのかなと思います。かのやさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。それでは早速出撃していきましょう。あと装備に関しては、こんな感じになってます。4つのお仕事やるやる。さて、お茶でも入れますね。お待ちください。あ、これ爆雷。ああ、これも爆雷。あいつらと戦うためのあたいの道具一ついる？大東そうですね。爆雷。投げつけなくていいと思うんですけど、今回はね、ちょっと水上戦闘になりますので、そこは他のみんなに託しましょう。では、早速、いきたいとも思います。あと、これは、たまたまなんですけども、今回の、解剖艦海を守るの任務に、攻略しようと思っていましたら、桃の節句のね、鎮守府近海春の安全確保作戦とどうも同じ海域だったということもありますので、これはたまたまですけど合わせて攻略していこうと思います。桜井リアさん、こんばんはです。よろしくお願いします。あ、四つだ。そうですか。この子もね、なかなかドロップ缶だったということもあって、今回こういった限定グラフィックになるのっていうのは何かしらあったのかななんて思っちゃったりするんですけど、そこも活躍できると思います。いろいろとね、昨日、一昨日ですか、アップデートが入って、新しい任務もね、追加になっております。そちらについても、準備してね、攻略をしていこうとは思っていますけど、まずは、こちらの任務をね、やっていこうと思っております。あと、番組の途中でまた、
カンコレのね、私の持っているグッズの紹介等と、あと、今日は、回収を進めてた装備がね、一つ、ようやく完成しそうなので、まあ、そちらの方も、紹介していこうかなと考えています。最初、ルートがね、それちゃいましたね。ここランダムだからどうしても、どうしてもね、固定できないんだよな。だからってなめんなって。あたいが守ってやるって言ったのが。まあ解剖官とは言ってもね、ちゃんと水上戦闘能力ありますからこれくらいは。私の名は四季並。以後よろしく。ね、四季並ね、この間の活躍ありがとう。まあここら辺は仕方ないのかなと思うんですけどね。よし。では、まあこの海域に関してはね、また後で来ようと思いますので、続いて練習航空巡洋艦ゴトランド抜病します。こちらの、艦隊の出演をしていきたいと思います。機関ゴトランド、続いての、メンバーは、シムシュ、国後、八条、石垣、こちらの5名で1の2の海域ですね、攻略していきます。こちらの海域は5隻以下であれば、まあ、ルートはほぼ固定できますので、まあ道中撤退しなければね、楽に行けると思います。まずは行ってみましょう。練習航空巡洋艦ゴトランド抜病します。行こっか。まあ、今回ゴトランドを、まあ、軽巡洋艦として選んであります。まあ、こちらについてはですね、まあ、今回のサムネイルに石垣を選んでいますけども、石垣の浸水日と、まあ、ゴトランドのね浸水日が、まあ、一緒ということが、まあ、調べてたらねありましたので、まあ、そのつながりで選んであります。まあ、日付というところで言うと、1940年9月14日浸水になります。まあ、これと同じ日付の7年前、1933年9月14日、まあ、ゴトランドが浸水したと、まあ、いうことで、で今回、同じね、声優さんが担当してるっていうこともありましたのでね、お名前が、高尾かのんさんですね。本当にまだ、若干18歳ですか、若い方がね、されているそうなので、採用してみました。まあ、私の故郷の偽装って物がいいし、家具もいいんだよ。今度紹介するね。私、綾波型駆逐艦おぼろ。誰にも負けない。多分。おぼろもね、第7駆逐隊の任務で、後で活躍ですね、します。まあ、今はちょっとね、お待ちください。さて、ここからどっちに行くのかな。ボスルートに乗るか、乗りますね。大丈夫ですね。では、続けて、ボス戦となります。みんな頑張ってきてね。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんな、いい？有効かな。お願い。
この海から出ていけ。そこ、これでどう。はい、無事にね、攻略できましたね。まあ、水上戦闘であれば、駆逐艦と同じ戦闘力ありますんでね。あれ、ゴトが一番。まあ私の故郷の偽装って物がいいし、家具もいいんだよ。今度紹介するね。よろしく。作戦完了。艦艇戻りました。ジャック、ありがとう。はい、これでね、1の2の攻略は完了となりました。それではね、続けて1の3、こちらの攻略に移っていきたいと思います。練習航空巡洋艦ゴトランド、抜病します。行こっか。金谷さん、浸水といえば、護衛艦最上が浸水し、カンコレ新規解任が最上で決まりみたい。それで何か、ツイッターでしかちょっと見てなかったんですけど、最上解任っていうのがトレンドに上がってましたんで、そういう意味があったんですね。なるほどね。最上も、今まで、三熊もそうなんですけど、実装されるんじゃないかとね、前々から言われてましたけども、やっぱりこういったタイミングでね、入れてくるのが、このカンコレっていうところの、面白いところかなと思いますね。そうですね、最上楽しみですね。では、続けてこちらの製油所地帯沿岸、こちらに行きたいと思います。ちょっとね、ルートの方はランダム、最初のところが固定できないので、上に行くか下に行くかで、行ったり来たりはすると思うんですけど、最終的にボスルートには乗ると思いますので、安心して行きたいと思います。では、行きましょう。それと出撃メンバーに関しては、ゴトランドはそのままで、エトロフ、松は、佐渡、そして対馬の、5名で行きたいと思います。練習航空巡洋艦ゴトランド、抜病します。行こっか。すっかりね、以前はひしもちをね、だいぶ長く持っていた時期もありましたけど、やっぱり、ひしもちは集めるという任務がね、復活してしまいましたね。今回もどうなのかな、途中で消費する任務が入ってるようなので、前のようにずっと持っているということは多分できないんじゃないかと思いますのでね。今回の3月、次のアップデートまでね、取れるだけ取って、あと、任務で紹介できるようにできればいいのかななんて思いますね。浸水日に合わせて、そちらのC2 のツイートがありましたか。なるほど。あれ、ゴトが一番。そしてひしもし任務のカタパルトを最上に使えということでないことを祈っています。ということでね、今度紹介するね。カタパルト、そうですね、なかなかね、
階層で必要になる子が昨今多くなってますから。如月と申します。おそばに置いてくださいね。まあ任務でね配ってくれる分にはいいと思うんですけども、さて道中の、こちらのマスを攻略できれば多分ねボスマスに行けると思っています。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんないい？有効かな。お願い。有効かな。お願い。この海で好き勝手はさせませんから。負けませんから。まずティフ見てろよ。攻撃開始。引きましょう。ダーじゃあやば。止まるな。止まっちゃダメだ。止まっちゃダメだということでね、佐渡が被弾してしまいました。残念ですが、ここは撤退しましょう。あれ？ゴトが一番？まあ、私の故郷の偽装って。いや、まあね、それほど戦闘力弱いわけじゃないんですけどね。まあそれでもやっぱり雷撃は一発食らうとダメですね。残念ですが撤退です。鑑定戻りました。ジャック、ありがとう。佐渡様も少しお眠さ。グンナイ。佐渡様の、お眠でグンナイト。いいですね。それではね、ちょっとここで、カンコレグッズの紹介をしていこうと思います。今日のね紹介するグッズは、こちらになります。こちらは前回も、紹介させていただいしたんですけども、サンマ祭りのあった時に、通信販売でねゲットした、クリアファイル、それの解剖感図というべきでしょうかね。遊具も入ってたりするんですけども、全部で4枚セットになってまして、こちらのねこんな感じのねちょっと緩いクリアファイルをさせてもらっています。狐ぶどう3、CAP 解放と怒涛の陸砲回収でこれからのカンコレというか、工作戦に向けてどうすればいいか頭が痛いと。他の3、学級編成会議きついっす。どういうことでしょうか。何はともあれ今日もよろしくお願いいたします。そうですね、いろいろとアップデートで、回収するところもね増えてきておりますし、次のイベントでどういう戦いになるのかと考えますとちょっと全く、読めないというかね、おそらく地上型の、深海生還が出てくるのではないかと、これだけは間違いないとは思ってはいますが、それだけじゃなくて、水上艦艇にもね、強力な深海生還が出てくる、そんなこともね十分考えられますので、
戦隊預かります。ヒューガいい？次のクラスメイトをどういう編成にするかという会に、そうでしたか。一応出席メンバーはもう決めてありますので、そこはご安心ください。さんま祭りね、去年は不良っていうこともあってできませんでしたけど、今年はできることを期待してね、いきたいと思います。ということでね、こちらのクリアファイル、エトロフと、あとは深江、ちっちゃく写ってますけどね、松は、そして佐渡、そして、夕雲ですね。あとは、前にもね、ちょっとお話ししたんですけど、私の、こういう配信をしていますので、できるだけ、有益な情報をね、皆さんに提供できればなと思ってはいるんですけど、今回有益そうな情報としては、そうだ、回収する、あれですね、装備のこともありましたね。そちらの方に関しては、次のね、攻略の会期が終わりましたら、紹介させていただきます。続いて、1の6ですね。こちらの攻略に行きたいと思います。今回は、伊勢、そして、平戸、深江、三倉、社ですね。こちらの5隻で行きたいと思います。途中空襲があったり、対戦戦闘があったりと、なかなか手強いとこだとは思うんですけど、伊勢がね、いてくれればかなり安心感はあると思います。ヒューガがびっくりしちゃうかな。ヒューガがびっくりしちゃうかなってことで、手法と、あとは制空ですね。艦船と水上爆撃機の随分、こちらを搭載していきたいと思います。平戸が参りましょうか。そして解剖艦たちに関しては、手法と転端、あと道中の対戦のための、ソナーを装備させてあります。私負けないよ。負けるもんか。この深江って子もね、結構これ気が強い子で、負けるもんかっていうね、セリフが非常に印象的な子ですね。皆さんを、未来を信じます。もちろんミクラも一緒です。そしてね、ミクラも今回、限定、前にもあったんですけどね、限定グラフィックになってますからね、ここも見逃せないですね。佐島さん、無理はしないでお願いします。私が援護を引き受けます。そしてね、最後は社になります。この子もね、ドロップ艦だったということもあって、非常に取るのが難儀した記憶はありますけど、これで、私の方でいるカンムスの解剖艦は全員戦役させることができます。それでは早速、出撃していきたいと思います。こちらね。鎮守府近海航路輸送船団護衛作戦ですね。こちらはボスがいないところなので、
最後までいければ攻略となりますので、ボスの手前でもし大破してもそこは進撃していきますので、よろしくお願いします。では行ってみましょ航空戦隊預かります。ヒューガいい？う。よし、最初はね、対潜水艦船用意と、解剖艦のさあ行きましょうか。役割を伊勢航空隊発艦始め。遺憾なく発揮できると思います。気をつけて。敵を近づけさせるな。やらせはしない。スクさん、次イベは西村艦隊ですかねと。西村艦隊というとまたね、やべえぞレイテだってなっちゃいますからね。艦隊編成的には私もちょっと最上三熊を主軸とした艦隊ということになると思うんですけどね。全く、今すぐパッと思いつかなくて申し訳ありませんが、きっとね、多分この2人が関連した任務になろうかとは思います。初春型4番艦初島です。皆さんよろしくお願いします。そうですね。おそらく南西かな、南西方面になるのかな。この場所はなんだっけな。この場所、すいません、ちょっとこの場所の相手の情報をちょっと調べさせてもらいます。ここ誰だっけな。ここはケーマスだから、ケーマスは任務部隊支援水上打撃部隊、従順、軽順、駆逐。よし。ここは殴り合いですね。単従陣でいきましょう。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。戦艦に軽空母もいますが、金谷さん、最上生馬といえば、バダビア沖海戦ですかね。なるほど、早速の情報ありがとうございます。そうなると、そうですね、以前のイベントでもありましたけどもね、ABCD、包囲網、そちらの艦隊戦になるか、全くちょっとね、予想を立てるのが難しいところではありますけど、そういったところもね、楽しみの一つとして、想像力が働かされるかなと思うところですけども。よし。だいぶ相手の方が戦力的な上でしたけど、なんとか抜けれましたね。どうなのさ、ヒューガー。おとなしいじゃん。いいんじゃない？あとはね、ここが多分左にまっすぐ行ってくれると思うんですけどね、大丈夫かな。
多分 L に行くと思うんですけどね。どうかな。最上が新州丸を沈めちゃった海域でした。そうですか。そうなると、ちょっとかわい新州丸がかわいそうなことになってしまいましたけどね。あ、ジェーマスに行っちゃいましたか。ここちょっと、やっぱ索敵地が足りなかったか。それでか。ちょっと厳しい戦いになりそうだな。ジェーマスは。そうだな。空母級と軽空母いるもんね。ここね。よし、でもね、行くしかないので行ってみましょう。単獣人でみんな頑張ってきてね。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。守ってみせます。そっか、そうなるよね。ここで、でも大破ではないですね。なるほどね。敵を近づけさせるな。負けません。最後まで撃ち方始め。そうか。衝突禁止というのがね、最上の代名詞みたいなところがありますけどね。かわした。いや、ナイス。もらってしまった。いやー、なかなかこっちの方に来ると被弾がね大きいので厳しいですね。また私の戦果が一番なの？どうなのさヒューガー、おとなしいじゃん。残念ですがここは撤退します。艦隊が祈祷です。お疲れ様。いややっぱりね、普段こう何気なく通っている海域ではあるんですけど、いざこういう戦いになると、やっぱ抜け出ましたね。そうか、索敵地がないとルートがね上に行っちゃうのでね、装備ちょっと変えないとダメだな。ヒューガがびっくりしちゃうかな。ここまで感染いらなかったな。ここは伊勢に、偵察機を乗せましょうね。どっちがいいかな。そしたら水上偵察機、こちら乗せてみましょう。この子たちもこれでもちょっと足りないな。水上電弾。よし、ここはじゃあ、ミクラには水上偵察機をね、水上電弾にちょっと切り替えて、搭載します。ありがたいです。これで足りるかな。ごめんなさい。呼びました？もうちょっといるかな。深井にも装備させよう。足りない。33号が足りない。どこだ？ちょっと借りましょう。じゃあ早波から、もうちょっといるかな。裏波から、レーベからな。いいな、これなら。よし、ではね、続けてもう一回やってみましょう。ちなみに。素敵でしょ？ヒューが遅いよ。
よし、今度は大丈夫なはず。うん、そうですね、先ほど最上の話がありましたけども、伊勢航空隊発艦始め。自己紹介というか、金谷さんから紹介がありましたね。マダビア沖海戦。こちらでその新州丸をね、魚雷で沈めてしまったということですから、ちょっとこの作戦はちょっと やばいですね。あとは、スリガオ海峡野戦では、最後ね、ナチに当たっちゃうというね。で、最後、あけぼのにね、いけないですね。そこはあんまり考えてもいけないので。光栄に思います。皆さんを守ることができたなら、嬉しい。あとは、最上と三熊だと、セイロン沖海戦とか、A空母ハーミスとか欲しいなとね。そこら辺が、一番の活躍したところにはなるでしょうね。あんたが司令官ね。せいぜい頑張りなさい。よし、先ほどはここが一番厳しいところだと思ってましたからね。さあ、抜けられるかな。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。さてさて、今回はさらに戦艦まで出てきましたが、伊勢攻撃隊いってきゅー。撃ち方始め。撃ち方始め。近づけさせない。そっか、そうなるよね。かわすな。さっきはもらっちゃったけど、今回は撃ち方始め。守ってみせます。今回はかわしている。でもライン撃怖い。大丈夫か。よーしよしよし、ここはなんとかかわせましたね。また私の戦果が一番なの？どうなのさ、ヒューガー。よし、それではね、先ほどは索敵値が足りませんでしたけど、今回は索敵値足りてると思いますので、お願い。いいんじゃない？それでも上行っちゃうんだ。これそういう意味ではないんだな。いいでしょう。行きましょう。まだあまり理解をしてないな。ダメだな。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。敵空母は3隻か。伊勢攻撃隊いってきゅー。敵を近づけさせるな。撃ち方始め。エフィクトはね出たんですけどね、これが正しいのかどうなのか
それは定かではないんですけど、そっか、でもそうなるよね。今回はみんなかわしていきます。さし詰め敵を近づけさせる。航空艇、敵の航空隊をね引きつける、守ってみせます。そういう作戦がねありましたから、それをちょっと再現しているのかもしれないですが、なんとかここもね突破できました。みんなお疲れ様。また私の戦果が一番なの？どうなのさ、ヒューガー。おとなしいじゃん。ね、ここはヒューがいませんけど、十分活躍できましたけどね。よし、最後は空襲マス、ここを突破して、攻略をしていきましょう。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。そっか、そうなるよね。どんなに敵が強くともいくらは空襲はね、こういうのがあるからね、怖いんだけど。狐ぶどう3、最上階には未だにドロップする新州丸、なんかありそうですよね。確かにね。新州丸がいると、回収ができる、飛竜のね、担当官になっていますから、それも兼ねているのかなとは思うんですけど、焼きごてだよ、握手だよというね、それはちょっと、いけないです。はい。そして、最初に宣言しましたけど、ここで、大破していますが、もう、母港に到達しますので、このまま進撃をします。はい。ちょっとね、大破進軍というのはあんまり良くないんですけど、ここだけはセーフということで、はい、無事に攻略になりましたと。はい、艦隊が祈祷です。お疲れ様。ヒューガがびっくりしちゃうかな。それではね、今日の、回収する装備をちょっと一つ紹介していきたいと思います。そうですね、ここが1の6の、ボス戦がないところの海域のね、いいところになりますね。工作艦明石参ります。そうですか。武装ダイハツの回収担当も新州丸。なるほど。新しい、陸上戦用の装備がね、また実装になりましたから、そういった意味でも、関連、そこら辺の任務がね、今後、追加される可能性がやっぱ高いですね。それとちょっと今日紹介する装備はね、ちょっとまた方向性がまるで違うんですけどもね。今日は水曜日なので、うちの今回担当官は、昇格。新編5号船機関昇格出撃します。そして今日、回収する、装備なんですけども、姿勢慶雲偵察型、こちらの回収をしていきたいと思います。姿勢慶雲偵察型はね、最新鋭の偵察機なんですけどもね、非常に機体が重たいということがありまして、カタパルト搭載艦じゃないと装備できない。その上、昇格、追格、あとは、
加賀買にですね。しかもこれは守るの方じゃないとダメなんだろうな。サラトガマーク2、モッド2、そして大砲回ですね。そちらの4隻、ちょっとね、運用するのがあまりないということなんですけど、でも、こちらの回収を進めておりましたので、ようやくね、噴式慶雲回にできることになりましたのでね、更新です。ダイハツ、武装ダイハツですね。かつおぶしさん、こんばんはです。今日も、最後までお付き合いいただけると、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。装備品をちょっとね、回収する前に、ロックの方をね、こちら解除します。はい。そして、回収には、このね、この熱式エンジンがね、必要になります。だいぶ長らく使うことがなかったんですけど、ついにね、こちらを使っていく機会が来ました。これを使って回収をしたいと思います。それでは姿勢剣雲偵察型を回収します。今ならこんな装備を回収できます。上位の兵装への更新も可能ですね。確実化しなくてもいける可能性はありますけど、ネジがなくなるのが痛いので、ちゃんと、はい、ロックをしていきたいと思います。こんばんはです。勲章20個くださいと。勲章はね、非売品なので、すいません。集めてください。はい。では、やっぱりね、回収するとなると、かなり資材が必要ですけど、前回のイベントが終わった時にちょっとお話ししたんですけど、あまり噴式のね、有効かどうかというのは定かではないんですが、少しでも手数をね、増やしたいということを述べておりました。その一環として、こちらの噴式慶雲、実際どこまで有効なのかは分かりませんけど、準備をしていこうと思ってやっておりました。ようやく準備が整いましたので、回収していきたいと思います。了解です。嬉しい。提督、感謝いたします。いい感じですね。回収成功です。だいぶね、長らくお待たせしましたが、噴式慶雲、ようやく我が鎮守府にも実装になりました。噴式慶雲になってしまうと、もう回収できないから、このままですね。ちゃんとロックをしていきましょうね、こちらもね。扱い的には、どこになるのかな、これか、やっぱり爆撃機になるんですね。おめじっとですね。かのやさん、ありがとうございます。では、ちゃんとロックをします。ではね、対空と、爆走、特にこの爆走値がね、非常に高いということが、特徴になります。射程行動範囲、戦闘行動半径は3しかないので、
まあやっぱり空母に搭載しての運用になりますけど、まあ、搭載できる感がねちょっと少ないので、まあ、そこがちょっと難しいところなのかななんて思うんですけどね。まずは Z ですね。きつねぶどうさん、ありがとうございます。はい、しっかり運用できるように努めます。嬉しい。提督、感謝いたします。ディアさんも、ありがとうございます。これで噴式慶雲とこちらのね菊花かな、菊花貝、まあ装備にすることができます。まあ2つ1人に使うのではなくて、まあ多分髄核と小核で、まあ、1機ずつ使っていく運用になるのかなと思うんですけど、まだちょっとねここの使い方はよく分かってないので、まあ、今後の作戦で使いながら覚えていきたいと思います。6の4には届くということですね。アイリスさんもありがとうございます。そうか。6の4か。よし、じゃあちょっとそこら辺の回帰でね、ちょっと試してみたいと思います。ということで、噴式慶雲回回収させていただきました。ちょっと途中まだ任務の途中なんですけどもね。そうか。あと、加賀の貝に守るも装備できるんですね。そうか。よしよし。まあ、だいぶネジなくなっちゃったんで、ちょっと回収少しでもね、回収していきたいと思います。といってもね、一つしか回収できないんだけどもね。あとは、あと2箇所ですね。1の1と1の3、まだ残ってますので、そちらの方の回避攻略に行きたいと思います。最初は、そうか。メモってないので、よいしょ。K 型解剖艦第101戦団ライト地対地海上護衛隊ヒブリ出撃です。最初の海域だからといってね、油断はできないんですけどもね。伊勢湾海上部隊機動隊、その主力の妖物元気です元気ですということでね、ここは完全にルートがね固定できないんでね、もうしょうがないですね。敵です。こっち来んな。そうですね、加賀さんの任務で慶運をもらえますね。選択報酬でもらえるということで、なので、今回、まあ、1機だけは回収しましたけど、もう1機ね、ちゃんと残してあります。そちらを使う機会があるかどうかというとちょっとよくわからないんですけどもね。でも、2つになったということもあって、回収しようというふうに考えて用意することにしました。よかった。やっと2回目ですけどね、ボスマスに行けました。ただ、勝利取らないといけないんでね、どれだけ昼戦で取れるか、みんな頑張ってきてね。3対3だからね。よしよし、このまま、解剖艦ですけど野戦行きましょう。やっつけろ。やっつけましたね。なかなかね、解剖艦だけで戦闘するっていうのはね、対戦以外だとほとんどないのでね。はい、妖術が
偵察機の慶雲は、星6で接触 100%。おー、そうでしたか。普段使ってないので、そこは全然でしたね。そうすると、偵察機の方が優秀っていうことになっちゃうのかな。でも回収してしまったのでね、もうこれはどうしようもないですね。もうね、これを使っていくしかありません。これでね、無事に1の1、1の1ですけども、攻略になりましたね。4つ。そして大と火振り、ありがとう。うん。これでね、1の1が終わったので、よし、これで 80%。うん。これでね、ようやく、ナンバー151番の、スロットというかね、図鑑が埋まりました。うん。まあ、図鑑埋めるためにやったわけではなくて、ちゃんと運用するつもりでやってますので、そこはね、今後、活躍を見ていただければと思います。よし、それでは、載せるカンムスがね、限定されてますからね。まあ、基地航空隊で使うのでは、まあ、接触する、まあ、意味はないわけではないんですけど、まあ、恩恵が少ないのは事実ですね。よし、では、先ほどね、道中、きつかったんですけど、今回はどうかな。機関練習航空重要艦ゴトランド出撃します。ゴトランドも、元気いっぱい。やっぱり最初のところは、まあ上に行っちゃうんですね。どっち行っちゃうかな。やっぱり上行っちゃうんだよな、ここは。どういうこと？そうですか。まあだいぶ大回りですね。では最初の戦闘になります。みんな頑張ってきてね。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんないい？敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんないい？お願い。よいしょ。あ、キスネブドウさん、ありがとうございます。またね、次回も、ぜひ来てください。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ゴトが一番？まあ、私の故郷の偽装って物がいいし、家具もいいんだよ。今度紹介するね。私が菊月だ。共に行こう。ね、菊月だ。共に行こう。っていうことでね、続けて、進軍をしていきたいと思います。先ほどね、ここで来撃されちゃったんで、なんとかここを抜けられるといけるんだけど、大丈夫かな。攻撃準備に入って。みんないい？有効かな。お願い。よし、今回は初手で2隻。ゴトランド1人でもう3隻落としちゃいましたね。おお、すごいな。解剖艦だけで中巡洋艦をね、落としちゃいましたね。まあ、さっきのようなことはならないということですね。やるな。完全勝利。みんなすごいぞ。
ゴトが一番？まあ私の故郷の偽装って物がいいし、家具もいいんだよ。今度紹介するね。駆逐艦大潮です。小さな体に大きな魚。よし。さあ、こちらの羅針盤さん、頼む。よし、まずはボスに到達ということですね。では行きましょう。単獣人、みんな頑張ってきてね。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんないい？敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんないい？よし、ゴトランド。お願い。ああ、対馬。でもね、対馬が相手のね、主力の、おとりというか、なってくれてるおかげで、他のみんなが攻撃ができていますから、このまま、予選でね、攻略を果たしたい。いいですね。最後、ゴトランドが決めてくれました。私の故郷の偽装って物がいいし、家具もいいんだよ。今度紹介するね。軽巡洋艦神通です。どうかよろしくお願いいたします。はい、神通さん、よろしくお願いします。作戦完了。艦艇戻りました。はい、という感じでね、無事に任務の方はこれで完了ということになると思いますので、受領していきたいと思います。はい、それではね、解剖艦海を守るの任務と、それと一緒にこちらの、桃の節句のね、春の安全確保作戦も同時に進行させていただきましたので、終了していきたいと思います。こちらは開発資材かな。こちらを選んでいきます。そして、特注家具職人とか勲章をね、着てますけど、では、ここは勲章をね、選んでいきます。燃料1200、弾薬600、鋼材600、開発資材が8、そして、勲章ということでね、任務攻略、ありがとうございます。かつおびさん、どうもです。はい。そして、桃の節句のね、こちらの任務も、同時に攻略となりましたので、あれこれは、迫撃砲があるな。これはちょっとね、開発できないので、迫撃砲を選んでいきたいと思います。数はあるんだけど、まずこれを選んでいきましょう。はい。燃料、弾薬鋼材が300ですね。そして、ひし餅をひし餅をゲットすることができます。はい。続けてまだ任務がね、出てくるんで、これもまた次回の攻略ということでしていきたいと思います。そこは格納庫じゃなくって、ダメだから。提督、そこは危ないです。私、正直スキンシップが嫌いじゃないですけど。
できればもっと自然に。皆さん、任務攻略オツですね。ありがとうございます。いやちょっとね、今日は開始の時間もそうなんですけども、配信の設定もね、ちょっとおかしなことになってしまって、途中で一回配信切り替えもしてしまうという、大変皆さんにご迷惑をおかけしてしまって、あれなんです。申し訳ありませんが、次回からも、よろしくお願いいたします。それではね、最後に、いつもの今日は何の日のコーナーをさせていただきたいと思いますので、ちょっと用意します。ちょっとお待ちくださいね。もうね、寝るもう10時ですからね。じゃ最後、これだけね、紹介させていただきたいと思います。はい。はい、それでは今日のね、3月3日ということで、今日はもうこれしかなかったので、紹介させていただきます。ひな祭りですね。女の子の健やかな成長を願う伝統行事です。3月3日は上子または桃の節句と呼ばれています。一般的には桃の節句と呼ばれる女の子のいる家庭ではひな人形を飾り、桃の花、しもち、ひなあられを備えて祭り、白酒や、寿司などのね、飲食を楽しむ節句の祭りが行われます。ひな祭りはね、随分歴史がありまして、江戸時代の3月のね、旧暦であると、現在の4月頃に行われていたそうなんですけども、明治の改暦をした時に、3月3日に行うことが一般的になったそうです。東北とかね、北陸の方では未だ4月3日に祝う文化もあったりするそうです。3月3日の上子は、上味とも読み、1月7日の人日、5月5日の端午、7月7日の、七夕、七夕、9月9日の重陽ともともに、五節句の一つだそうです。上旬の実の意味は、もともとは3月の上旬の実の日であったが、古来中国の三国時代期より3月3日に行われるようになったというね、ちょっとね、だいぶ話が古くなっちゃうんですけどもね、旧暦の3月3日は桃の花が咲く季節であるため桃の節句と呼ばれています。画面のところで流している川の上に流れているね映像を流してるんですけど、上子桃の節句には和紙の小さな人形に汚れを移して川や海に流して厄災を払う祭礼を行っていました。この流しひなの風習は平安時代からあったそうで、現在でも日本各地にその風習は残っているそうです。その人形がね、だんだんよくできてしまったので、流さずに飾っておくようになった。それがひな祭りに発展したということだそうです。ひな祭りと共にですね、5月5日、こちらはですね、江戸時代の頃は豪華なひな人形は女の子に属するものとされ、5月5日の方はね、勝負の節句と言われている、勝負というと、武道や武勇に重んじるということで、男の子のね節句にされたということで、もともとは一緒なくくりだったんですけども、この頃から男女に区別されてしまったなんてねいうことが
ありました。本日はね、3月3日、桃の節句、ひな祭りの紹介をさせていただきました。ということでね、最後まで本日もお付き合いいただきましてありがとうございます。スクさんからね、いただいた画像の方ね、いつも最後に使わせてもらってますけど、今日も使わせていただいております。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、解剖官たちのね、活躍をお見せしたくて、こういった配信をさせていただきました。次回からもまたね、任務の攻略をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。次回は桃の節句春の決戦敵機動部隊を叩け、こちらの任務の方をやっていきたいと考えています。次回も、最後までねお付き合いいただけると嬉しいです。合わせてね、高評価チャンネル登録もよろしくねということでね、最後に宣伝をしたところで、皆さんとお別れしたいと思います。次回も、よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いいたしましょう。じゃあね。